派遣元の悪質中抜きに気づいて直接雇用に切り替えたら派遣会社が発狂。訴えて5000万取ってやる。契約書ちゃんと読んだ。俺は29歳のインフラエンジニア。今は派遣社員として大手企業で働いてる。派遣期間はもう3年を超えてる。仕事は順調で派遣先からの評価も高い。給料は月30万円。まあ IT 派遣としては普通の金額だと思ってた。一応派遣エンジニアか。3年超えてるなら安定してそうだね。俺が担当してるのはインフラの運用補修、サーバーの監視やトラブル対応が主な仕事だ。派遣先の社員からの評価も悪くない。仕事にもやりがいを感じていた。ちゃんと働いてるんだね。そう思ってたんだけど、先月とんでもないことが発覚した。派遣会社がどれだけ中抜きしてるか知ってしまったんだ。お、何々があった。ある日、派遣先の経理部から連絡があった。すみません。派遣会社への請求書を誤って送ってしまいまして、破棄していただけますか？はい、わかりました。そう答えたんだけど、好奇心で中身を見てしまった。そこには信じられない金額が書いてあった。派遣会社が派遣先に請求してる金額、月150万円だった。俺の給料は月30万円、差額は120万円、中抜き率は80%。は80%。それはヤバすぎでしょう。120万も中抜きとか詐欺じゃん。マジでショックだった。派遣会社がピンハネしてるのは知ってた。でもまさかここまでとは思わなかった。俺が月30万で働いてる間に派遣会社は月120万を搾取してたんだ。3年働いてきたってことは総額で4000万円以上中抜きされてた計算になる。4000万円。それってほとんど盗んでるのと同じじゃん。これはひどい。まあ IT 派遣なら 40% から 50% くらいは普通だけど。80% はさすがに悪質すぎる。俺もそう思った。このまま黙ってるわけにはいかない。そんな時、派遣先の部長に呼ばれた。実は君に話があるんだ。はい、何なんでしょうか。君の働きぶり、いつも見てるよ。本当に優秀だと思う。ありがとうございます。それで直接の話なんだが、君を直接雇用したいと思ってる。直接雇用ですか？ああ、正社員として採用したい。年収も今より大幅にアップできる。年収は720万円を考えてる。720万円、そんなにいただけるんですか？君の実力なら当然の金額だよ。今の俺の年収は360万円、2倍になる計算だ。ただ派遣会社との契約があるから、一度派遣会社に相談してもらえるかな。はい、わかりました。おう、やったじゃん。年収倍になるとかすごい。絶対直接雇用の方がいいよね。派遣会社に搾取されなくて済ます虫。俺もそう思った。これで派遣会社の搾取から解放される。年収も倍になる。こんな良い話はない。人生の転機だ。すぐに派遣会社にやめる胸を伝えよう。その日の夜、派遣会社の営業に電話した。はい、もしもし。お疲れ様です。ご相談したいことがあって。何々、忙しいんだけど。実は派遣先の部長から直接雇用の話をいただきまして。は？何言ってんの？ですから派遣先から直接雇用の打診が。ふざけんな。それ契約違反だから。でも部長が。お前がそんなこと承諾したらお前を訴えるぞ。損害賠償5000万円請求するからな。5000万円。ああ、契約違反の損害賠償だ。お前を育てるのにどれだけコストかかったと思ってんだ。でも研修なんて受けてないですし。うるせえ。明日派遣先に行って話は成しつけてくるから、お前は黙ってろ。電話を一方的に切られた。はあ、何これ。5000万円請求とか完全に脅迫じゃん。育てるコストって何なんだよ。研修もしてないのに何々言ってんだ。マジで怖くなった。5000万円なんて払えるわけがない。でも本当に訴えられたらどうしよう。その夜は一睡もできなかった。
翌日会社に行くと派遣会社の営業が派遣先に来ていた。部長と何か話してる。部長さん、これは契約違反ですよ。派遣期間中に引き抜き行為は禁止されています。しかし本人が優秀なので契約書を見てください。こういった行為は損害賠償の対象です。弊社は3000万丸を請求する権利があります。3000万丸。はい、契約書にそう書いてあります。部長の顔が青ざめていく。わかりました。直接雇用の話は撤回します。マジかよ。せっかくの直接雇用のチャンスが派遣会社の怯え脅しで消えてしまった。これはひどすぎる。派遣会社が脅迫してるじゃん。3000万丸とか法外すぎるだろ。さらに悪いことに派遣会社の営業が俺について悪い噂を流し始めた。あいつ最近態度悪いんですよ。技術力も大したことないです。他の派遣社員の方が優秀ですから。全部嘘だ。でも派遣先の人たちは信じ始めた。最近ミス多いって聞いたけど大丈夫？そんなミスしてないですけど。なんか態度悪いって派遣会社から聞いたんだけど。態度普通に仕事してるだけなのに職場で孤立し始めた。ランチも一人で食べるようになった。完全に嫌がらせじゃん。派遣会社ってこんなことするの？ある日の昼休昼休み、同じ派遣会社から来てる別の派遣社員と話をした。イッチさん、大変そうですね。直接雇用の話が潰されちゃってさ。実は俺も中抜きのこと知ってるんです。君も。俺の給料は月に15万。でも派遣会社は月100万請求してるらしい。中抜き率 75%。俺と同じじゃないか。他にも被害者がいると思う。これは完全に組織的な搾取だな。そう、でも怖くて何々も言えない。イッチさんみたいに訴えられたら終わりだし。他にも同じような被害者がいるのか。この派遣会社組織的に搾取してやがる。完全にブラック企業じゃん。みんな泣き寝入りさせられてるのか。絶対に許せない。このまま泣き寝入りするわけにはいかない。でもどうするんですか？法律を調べる。契約書に書いてあっても法律違反は無効になるはずだ。そうなんですか？労働関連の法律は労働者を守るために存在してる。相手は契約書を立てにしてますし。契約書か。だったら俺も契約書を徹底的に調べてみる。向こうが契約書を武器にするなら俺も契約書で反撃してやる。おお、イッチ頑張れ。応援してる。契約書に何か抜け穴あるかもな。その夜から俺は契約書を読み込んだ。一字一句見逃さないように。派遣会社との契約書、派遣先との契約書、そして労働者派遣法、労働者派遣法の条文、全部片っ端から読み量あさった。最初は難しくてわからなかった。でもネットで調べながら少しずつ理解していった。一致本気だな。何か見つかるといいね。そして数日後、ついに見つけた。契約書に決定的な条項があった。おお、何見つけた？気になる。労働者派遣法第40条の6、派遣期間が3年を超えた場合、派遣先企業には直接雇用の申し込み義務が発生する。そんな法律あるの？初めて聞いた。派遣先企業は派遣労働者に対して直接雇用の申し入れをする義務がある。俺の派遣期間は3年2ヶ月。完全に条件を満たしてる。おお、これは完璧じゃん。法律が味方してくれてる。グッドジョブ。これだけじゃない。派遣会社が違法行為をしてる証拠も見つけた。派遣法では事前面接が禁止されてる。でも俺、派遣される前に派遣先で面接受けたんだ。これも違法。派遣の面接ってダメなの？知らなかった。派遣会社やばすぎ。マジか。派遣会社って違法だらけなんだな。さらに契約書をよく見ると派遣会社が主張してる損害賠償条項、これも無効になる可能性が高い。労働基準法第16条、違約金を定める契約は禁止されてる。完璧すぎる。派遣会社の怯え脅しが全部無効じゃん。これで勝てる。でも一人で戦うのは不安だ。相手は法務部門を持つ企業だ。国
ちも専門家の力を借りるべきだ。弁護士に相談することにした。それが賢明だな。弁護士ついてたら派遣会社も下手たなことできないし。労働問題に強い弁護士事務所に行った。なるほど、状況は理解しました。この証拠と法的根拠があれば十分に勝てますよ。労働者派遣法第40条の6は強行法規です。契約書の条項より法律が優先されます。本当ですか？まず派遣先企業に内容証明を送ります。労働者派遣法第40条の6に基づき直接雇用の申し入れ義務があることを通知します。次に派遣会社にも内容証明を送ります。事前面接の実施など労働者派遣法違反の事実を指摘します。そして損害賠償請求が無効であることも法的根拠を示して通知します。お願いします。それと労働局にも通報しておきましょう。労働局ですか？はーい、行政指導が入る可能性があります。派遣会社の違法行為について行政からの指導が入れば効果的です。完璧な作戦じゃん。弁護士ついてると心強いな。弁護士が内容証明郵便を送った。派遣先企業宛て派遣会社宛てそして労働局への通報。これで準備は整整った。反撃開始だな。ワクワクする。派遣会社から電話がかかってきた。内容証明が届いたんだろう。さてどんな反応か楽しみだ。先日の件なんですが。はい、何なんでしょうか？その弁護士から通知が来まして。そうですね。損害賠償の件は撤回させていただきます。そうですか。直接雇用の件も弊社は一切妨害いたしません。態度が180度変わった。ざま完全にビビってるじゃん。法律は正義。ただ一つだけ。はい。過去3年間の不当な加抜き分弁護士と相談して請求させてもらいます。4000万円以上になりますね。80% の中抜きは異常ですから、適正なマージンとの差額を請求します。それは。弁護士からまた連絡させます。そう言って電話を切った。今度は派遣先の部長から電話が来た。君の弁護士から通知をいただいたよ。改めて正式に直接雇用のオファーをさせてほしい。ありがとうございます。年収なら120万円。正社員としての完全なる待遇で入社日は来月からでどうかな。君のスキルは高く評価してるからね。はい、喜んで。やったおめでとう。年収倍になるとか最高じゃん。さらに数日後、労働局から連絡があった。通報いただいた件調査しました。派遣会社に対して是正勧告を出しました。事前面接の禁止違反、不当な損害賠償条項の設定、他にも複数の違法行為が見つかりました。何もあったんですか？はい、かなり悪質な事案でした。何も違法行為が。はい、他の派遣社員からの相談もありました。あなたの勇気ある行動が多くの人を救うことになりました。そうだったんですか。すごい。リッチが他の人も救ったのか。ヒーローじゃん。そして弁護士との交渉の結果、派遣会社からに100万円のバックペイを受け取ることになった。過去3年間の不当な加抜きの一部が返ってきた。あの派遣仲間にも連絡した。リッチさんのおかげで勇気が出ました。いや、お互い頑張ったな。本当にあのまま泣き寝入りしてたら今も搾取され続けてたと思う。俺も弁護士に相談して直接雇用の話が進んでます。それは良かった。他の派遣社員も次々と動き始めてます。直接雇用に切り替え変わったり別の会社に転職したり。すごいな。あの派遣会社評判が地に落ちて契約打ち切りが相次いでるそうですよ。みんなが幸せになってくれて嬉しいよ。あの派遣会社評判が落ちですよ。取引先が次々と契約解除してるらしいです。自業自得だね。完全に因果応報。ブラック企業は潰れるべき。リッチの行動が業界を変えたんだね。今回のことで学んだこと、契約書は必ず読むこと、法律は労働者の味方だということ、そして
対諦めなければ必ず道は開けるということ。不当なこき扱いを受けたら一人で抱え込め込まずに専門家に相談すること。泣き寝入りする必要なんてない。来月から新しい職場で頑張る。年収は360万円から720万円に、バックペイに100万円も手に入った。そして何より派遣会社の搾取から解放された。これからは正当な評価と報酬で働ける。本当に戦ってよかった。最後まで読んでくれてありがとう。同じような状況の人がいたら諦めずに戦ってほしい。無視をつ。良い話だった。めちゃくちゃスカッとした。一致本当におめでとう。年収倍になるとかとも羨ましすぎる。派遣会社様、勇気をもらった。俺も派遣だけど契約書見時期見直してみるわ。新しい職場でも頑張ってな。派遣で悩んでる人は見るべき。契約書ちゃんと読まなきゃだね。法律は味方してくれるんだね。